のぞみ、クイズです。今は夏？秋？もちろん夏でしょ。8月だよ。今日も暑いし。違います。正解は秋です。秋？どこに？見えないんだけど。ごめん。暦の上では秋です。大事な言葉を後から足したね。暦は日にちや季節の区切りを決めるカレンダーの考え方です。私のスマホに入っているカレンダーとは違うの？予定を書くカレンダーじゃないよ。太陽の動きに合わせて季節を分ける考え方です。じゃあ気温を見て今日から秋と決めたわけじゃないんだ。そう。暦は天気予報ではありません。よかった。暦が暑さに鈍いのかと思った。暦、残暑、季節の挨拶を話します。暑さの居残りね。ということで始まりました。レイトナイトジャパニーズチャット。私たちニサキとのぞみがお届けします。今夜も楽しく話していきましょう。さっき出てきた暦をもう少しだけ見てみよもう少しだけなら安心。難しい話はまだ暑いから入らないよ。う。昔から日本では1年を24の季節の目印に分けてきました。 24？ 春夏秋冬の4つじゃないの？大きく分けると4つ。その中に小さな季節の目印があるんだ。季節の途中に小さな看板が立っている感じ？そのイメージ分かりやすいね。その一つが毎年8月7日頃の立秋です。秋が経つと書くんだね。ここでの経つは季節が始まるという意味。秋が完成する日ではありません。秋のスタート地点なんだ。ゴールじゃないならまだ暑くても仕方ないね。じゃあ最初のクイズに戻ろう。8月は本当に秋なのかな？さっき私を不正解にした人がそれを聞くの？普通の生活では8月は夏と考えて大丈夫。気象の区分でも6月から8月は夏です。よかった。私の夏はまだ終わってなかった。でも昔からの暦では立秋から秋、つまり基準が違うんだよ。天気で見れば夏、暦で見れば秋、どっちも正解なんだね。そう。それに日本は南北に長いから同じ日でも感じる季節が違います。北海道では朝や夜に少し涼しい日もあるよ。本州では夜まで暑い日も多いよね。日本には夏と秋が同時にいるんだ。ここで今日の言葉を分解しよう。残暑です。残と暑、漢字が2つだね。残は残るの残。まだそこにあるという意味です。冷蔵庫に残っているプリンと同じ残る。同じです。暑は暑さのこと。つまり残暑は秋になっても残っている暑さ。その通り。立秋を過ぎた後の暑さを表します。暑さまで夏から残業しているんだね。しかもなかなか帰ってくれません。今年は残暑が長いと言ったら暑い日が長く続くということだね。残暑が厳しいは立秋の後も暑さが強いという意味です。残暑の季節は暑さだけを見ると夏みたいだよね。昼は夏、太陽もまだ元気すぎる。でも朝の風や日が沈む時間に小さな変化が出てきます。北海道だと夜の空気が急に冷たくなる日もあるよ。日本人は小さな変化を見つけて秋らしくなったねと話します。暑い中でも秋を探しているんだね。虫の声が変わったり、空が少し高く見えたりすることもあるね。昼はアイスを食べたいのに、夜は温かいお茶もいい。それが夏と秋の間なのかもしれない。季節も一日で着替えないんだね。少しずつ夏を脱いで秋に着替えていきます。でも昼はまだ夏の服を離さない。日本にはこの季節に送る残暑見舞いという挨拶があります。暑い時期に相手の体調を気遣う手紙やカードだよね。そう。立秋より前は暑中見舞い。立秋を過ぎたら残暑見舞いです。暑さが同じでも立秋を超えると名前が変わるんだ。ここでも実際の気温より暦が基準になります。暦、手紙の世界では強いね。最初に残暑見舞い申し上げますと書くことがあります。少し丁寧だけど意味はまだ暑いですね、元気ですかに近いんだね。そう考えると優しい季節の挨拶に聞こえるね。最後に残暑の時期に使える会話を見てみよう。一番簡単なのはまだ暑いですね。朝晩は涼しくなりましたね。もう自然です。少し丁寧に言うなら残暑が厳しいですね。そして今日にぴったりなのは暦の上では秋なのにまだ暑い。こののには思っていたことと違う時に使うんだよね。そう。秋なら涼しいはず。でも暑い
という驚きを表します。秋なのにアイスを2個食べました。それは季節より望みの問題かもしれません。残暑が厳しかったから仕方ありません。のにの使い方は完璧です。では今日の3つをまとめよう。1つ目、暦は季節の区切りを決めるカレンダーの考え方。2つ目、毎年8月7日頃の立秋から暦の上では秋が始まります。3つ目、立秋の後に残る暑さが残暑、暑さの居残りです。じゃあもう一度聞きます。8月は夏、秋？気象では夏、暦では秋。今度はどっちも正解。完璧です。夏と秋が一緒にいる季節なんだね。今夜も最後まで聞いてくれてありがとうございました。日本語の季節の言葉を知ると同じ空も少し違って見えますね。次回も一緒に日本語の小さななんでを見つけていきましょう。よかったらチャンネル登録をして次のおしゃべりにも遊びに来てね。それではまた次の夜におやすみなさい。おやすみなさい。